Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本語の会話が苦手だって感じたことはありませんか？僕は大学1年生の時に大学の人たちと一緒にイギリスに行く機会がありました。僕は今まで小学校から高校まで英語の文法や単語をずっと勉強してきたので、みんなにも俺は英語できるから任せておいてっていう風に言っていました。でもイギリス行ったら気づいたんですよね。あれ？主語しか聞き取れない。なんか I とか You までは聞き取れるけど、その後何言ってるの？やばい。みんなには俺はイングリッシュキングって言っちゃったよ。どうしよう。そんな風に心配している時に限って事件って起きますよね。イギリス2日目くらいの時に僕たち道に迷ったんですよ。だから近くの人に英語で道を聞かなくちゃいけない状況になりました。みんな行けヒトキングとか言ってるんですけど、いや俺話せないってことにそこではもう気づいてたんです。もうチェックメイトだよ。でも行くしかないので近くのイギリス人に声をかけました。Excuse me。What? もう終わりだ。終わった。雨降ってないのに顔が濡れてる。その後は英語わからなかったので、こっそり Google 翻訳を使って道を聞きました。友達は、ひときすげー、キングすげーって言ってたんですけど、ごめんな。俺は本当のキングじゃないんだ。その時なんでこんなに英語勉強してきたのに話せないのってすごく疑問でした。ですので今日はその時の僕みたいに会話がうまくできない人の特徴を説明します。皆さんもこれから言うことをしていないかチェックしてください。僕はそれらをしてしまったんですけど、皆さんはそれらをやめてもっと早くゴールしてほしいです。一つ目、全部の文法を覚えてから話そうとする人。結論を言うと、文法をたくさん勉強しても話せるようにはなりません。僕が英語の勉強を始めた時は、この分厚い文法の本を覚えればいいんだろ？そしたら映画は字幕なしで見れるし、英語話せるから一人で海外旅行行けるし、もしハリウッドで有名人に会ったら英語で会話できるじゃんっていう風に思っていました。考えれば簡単だったんですけど、文法の勉強しても全然話せるようにならないじゃん。やっぱりその本を勉強し終わった後も全然話せるようにはなりませんでした。結局一番いいのは勉強したらその瞬間から文法や単語を使うことです。僕がこれに気づいたのは台湾に留学した時でした。最初は中国語ゼロで台湾に行ったので何も話せませんでした。もうだから本当にボディーランゲージと少しの単語で会話をしていました。もうお腹空いた時はこんな感じでもう相手に伝えてたので、多分周りの人から見たらあれなんかダンサーの人かなっていう風に思ったと思います。そうすると相手もにあるまって聞いてくれるので、それを書いて覚えました。そして覚えたことをあまり文法とかわかんなくてもそれを使っていくと、なんか教科書で勉強した時にあれもうこの文法知っているっていうことが起こります。なんか2ヶ月くらい経ったらあれなんか英語より中国語の方が話せるじゃんっていう風になりました。でもそこから英語も話すように練習したら、もともと英語はたくさん知っていたので中国語より話せるようになりました。これ別に直接会っていなくてもオンラインで日本人と会話するだけで OK です。今僕はオンラインでスペイン語の授業をとっているんですけど、もう文法とか単語とか覚えたらもうすぐ使うように練習をしています。もうそれで結構話せるようになったんですけど、どのくらい変わったのかを見たい人は下の説明欄のリンクからこの動画を見てください。最初は頭を使うのですごく大変でめんどくさいんですけど、それはその文法や単語がまだ自分の中に入っていないという意味でもあります。だから辛い時ほど自分の中に単語が染み込んでいるっていう風に感じるといいと思います。2つ目、ずーっと一人で勉強をしている人。ひとき、前一人で勉強するって言ったじゃん。こいつ許さない。このタンポポの綿毛が。いや結構一人で自分と会話をしてると日本語の能力は上がるんですよ。確かに僕もよく、I have to wake up. What time is it now? What? It's 9 a.m.?I have to go to school now, but I will be late anyway, so I want to sleep again. こういう感じで一人で話していて、英語の能力も上がりました。ただ僕が特にそうなのかもしれないんですけど、一人で勉強をしていると飽きちゃいます。
なんか僕はずっと一人で勉強してたんですよ。自分はまだ外国の人と話すレベルじゃないとか、他の人に一緒に勉強しようっていうほどのモチベーションもなかったです。でもそうするとだんだん勉強がめんどくさくなって嫌になっちゃうんですよね。ですので僕は英語も中国語もスペイン語も必ず言語交換をしました。別にたまに話す機会を作ればいいんですよ。その国の知り合いを作ると、言語勉強が自分のためだったのに自分と相手のために勉強しようって変わるのですごくいいです。僕は最初言語交換アプリとかでチャットをして、少し仲良くなったら電話をしていました。友達のお互いの街とか食べ物とかの写真を送り合っているとすごくモチベーションが上がりました。あとは好きな映画やドラマの字幕を作るのも結構いいですよ。あれは会話なので、ニュースとか教科書の翻訳とはちょっと違います。最初は勉強なので好きなように自分で字幕を作ればいいんですよ。いきなり映画やドラマの字幕を作るのは難しいので、最初は YouTube の字幕はどうですか？特に会話レベルの日本語を話している YouTuber。確かオノマトペとか教えている YouTuber は結構おすすめです。3つ目、〇〇の日本語は何ですかと聞けない人。これは日本語を始めた人にも、もう結構話せる人にも大切なことです。日本語を練習している時は、できるだけ日本語だけで話すのがいいんですよ。だから、この日本語わからないっていう時に、毎回 How do you say in Japanese とか言っていると、ちょっとそこから英語に変わって英語で話しちゃう可能性もあります。そして英語を使うと自分の感覚としてあまり日本語話していないなっていう感覚が残ります。だからわからないものを英語じゃなくて日本語で聞いて日本語を練習するともうすごく話せる気分になるんですよね。ですので皆さんも〇〇の日本語は何ですかというフレーズを覚えてください。あと僕が中国語を話せるくらいになった時に急にそれ以上中国語が上手くなりませんでした。なんとなく言いたいことは言えるけどちゃんと文章を言えないし単語をくっつけただけのような時がありました。それに悩んでるとまたある時言いたいことが言えなくて単語を言っていた時がありました。その時言語交換の友達が僕が言いたかったことを紙に文章で書いてくれたんですよ。そこでコミュニケーションって取れれば OK だと思ってたけど自信のない時はちゃんと最初の頃のようにこの日本語は何ですかって聞くことが大切だっていうことに気づきました。同じようになんとなく言えるけど自信がなかったら〇〇の日本語は何ですかってちゃんと聞いてください。でもこれ聞く難しいですよね。日本語あまり話せないって思われたら嫌だし今までの会話理解していなかったって思われるのも嫌だからちょっと言いにくいんですよね。僕も最初は怖かったけど、ちょっと慣れるとごめんの中国語は何ですかって聞いていたのでもうそのくらいどんどん聞きましょう。皆さんありがとうございました。